はい、皆さんお疲れ様です。ゾーリと申します。トリックロジック、第2回目、やっていきたいと思います。次はね、この盗まれたフィギュアかなやっていきたいと思います。はい。盗まれたフィギュア。罪を犯す人間は多い。それは検事であるお前も身に染みて分かってるだろう。罪人は裁きを与えねばならぬ。裁きという重しが必要なのだ。さまよう魂、罪深い魂にはな。ここにある本はすべてアカシャ。お前の世界で起こったすべての出来事の記録だ。すべて？そう、すべて。遠い昔から今現在までのすべての人間たちの記録。それをあんたが書いているのか？いや、誰が書いてるかは知らん。俺はこのアカシャに従って役目を務めているだけだ。人間たちの魂の行く末を決定するという役目をな。その手伝いをしろと。手が足りないんだよ。罪を犯す人間はあまりにも多い。今もまた一つ小さな罪が生まれアカシャに記録された。手伝いが一人増えても大して変わらない気はするが、もう1200年以上も昔の話だが、小野の高村という男がいてな、ここ冥界で俺の裁きを手伝ってくれた。実に有能な男でな、ある方法で事件をスピード解決してくれた。それがこれだ。あれは多分警察の人間。そしてもう一人は今回の事件の容疑者のようだな。こうして事件の当事者を呼び寄せて一緒に謎を解き明かしていく。三人よれば文殊の知恵とはよく言ったもので、これがなかなか効率がいい。お前のような人間に手伝いを頼んでいるのはそういうわけなんだ。相手が俺ではおじけついて話にならんのでな。謎を解き明かしたらあの連中を元の世界に戻す。それまで俺は隅っこの方で別のアカシャでも読むことにするよ。じゃあよろしくな。すげえな。あれ？ここどこ？どこだここは？君は誰だ？あなた警察の方？ああ、そうだ。丸の内だ。そっちの女の子は事件の容疑者？ああ、天野司、窃盗事件の容疑者だ。容疑者って私盗んでないですから。おい君、なんでそんなこと知ってるんだ？窃盗事件を今まさに捜査中なんですね。そうなんだよ。これが実に奇妙な事件でね。彼女を含め全員が無実のようで、それでいて全員が怪しいという。やっぱり疑ってるし、私何もしてないです。もう家に帰りますからね。どこですかここ？説明するよ。というわけだ。にわかに信じがたいな。あの隅っこで背中を丸めて本を読んでるのが閻魔大王とは信じがたいな。そりゃそうだろ。とにかくその本に事件のことが書かれてるわけですね。そうらしいな。らしいなとか言ってた。それを吉川さんが解き明かしてくれると。読んでみないことにはなんといいんだよね。まずそっからスタートだよ、俺の中で。久々すぎて忘れたわ、こいつの名前。謎を解き明かさないと私たち現世に戻れないんでしょ。お願いします。私本当に盗んだりしていません。真犯人を見つけ出してください。私もできるだけ力になります。お願いします。やってみるしかなさそうだな。頑張れーって思うよね。窃盗と聞き
このところ館内で頻発している一連の空き巣被害と関係があるものと決め込んでやってきたが、どうもいつもと勝手が違うことに丸の内刑事は困惑していた。建てられて100年は経っていそうな古びた蔵の前で足を止めて見上げる。さほど大きくはないが、まだまだ頑丈で簡単に侵入できそうなものではない。今は開け放たれた扉の奥で数人の鑑識が証拠を採取しているところだ。刑事さん、あの人たち大丈夫ですか？僕のコレクションを壊したり弁償してもらいますからね。壊したら弁償してもらいますからね。あの指紋を取る粉って後でちゃんと落ちます？丸の内の横に立って中を覗き込んでいる男はそわそわと落ち着かない様子で言った。窃盗被害に遭ったという被害者、宮本学だ。40近い年だというのに就職も結婚もせず、親の金でコレクションとやらを買い集めているようだ。運動もせずカロリーの高いものばかり食べているのだろう。太って油ぎっていて、冬だというのに全身から滝のように汗を流している。そう、蔵の中は秋葉原ショップが一つ、いや二つ三つ丸々引っ越してきたかなと思うようなありさまだった。ビデオテープやレーザーディスクに DVD、それらを視聴するためのプラズマテレビにスピーカーシステムが中央に置かれ、三方の壁には3メートル近い高さの棚が作られ、美少女フィギュアをはじめとするオタク商品が一つ一つガラスケースに入れられて美術品のように並べられているのだ。ほとんどがアニメか何かキャラクターと思われたが、中には決して子供には見せられないような哀れのない格好のものもあり、鑑識課員たちも苦笑を禁じ得ないようだった。ご心配なく、現場には高価な骨董品や絵画があることも多いんです。彼らだってプロですよ。でもどうせこんなのどれもただのおもちゃだと思ってるんでしょ？あずさちゃんに汚い手で触るな。中へ飛び込んでいきそうになる宮本をやんわりと抑え、丸の内は言った。大丈夫です。一刻も早く犯人を捕まえ、盗まれたものを取り戻したいんでしょ？なら我々にご協力ください。母屋の玄関に入り、龍子の絵の描かれた屏風の後ろにすごいね、応接間があった。そこだけはなぜか絨毯が引かれ、洋風のソファーセットが置かれている。その応接間に入った途端、宮本が叫び出した。こいつらです。この中の誰かが取ったんだ。盗んだんだ。全員すごいね。家宅捜査をしてください。そこまで言うかい。ぎょっとして丸の内たちを見返したのは4人。3人は宮本と同じ雰囲気を持つ男たちだが、1人はこの場で少し浮いていた感じの若い女だった。宮本さん、それはないわ。僕らが盗めるわけないってさっきも散々言うてたでしょ。これ関西人か。20代半ばと思い、重しきひょろりと背の高い男が立ち上がりながら関西弁でそう言った。犯人はあれだけ狙って盗んでいったんだ。あそこにあれがあると知っていたのはここにいるあんたたちだけじゃないか。それとも誰かにあれのことを喋ったやつがいるのか。4人は居心地悪そうに互いの顔を見合わせたが、誰も口を開かなかった。背の高い男は不服そうにしながらももう一度腰を下ろす。あれとおっしゃってるのは盗まれたフィギュアのことですね。大変高価なものだということですが、どのようなものか詳しくお聞かせください。ヒロと山岸のフィギュアですよ。山本は怒りと誇りを同時に表しながら言った。器用な男だ。ヒロと山岸、男性のフィギュアですか？てっきり蔵の中にたくさんあったような女性の半裸、あるいは全裸のフィギュアだと予想していたので、そう言ったが、宮本は信じられないというように目を丸くしてこちらを見返した。ヒロと山岸ですよ。知らないんですか？アニメか何かのキャラなんでしょう？知りませんよ。世界のヒロと山岸を知らないなんて勘弁してよ。宮本が苦笑しつつみんなの顔を見渡すと、
座っている4人も同じような表情で苦笑している。縁なしの丸眼鏡をかけた大学生夫婦の男が口を開く。ですね、広田山岸というのはですね、その作品にサザビーズのオークションで、2000万ドル、日本円にして20億円以上の値がつけられ、日本のフィギュアはもはや立派な芸術たることを世界に証明した天才的絵師であり、造形師なんですよ。その内容よりも、口語的とは言い難い大行な表現に驚いた。オタクの間ではこんな喋り方が流行っているのだろうか。しかしそういえばそんなニュースがあったような気もする。そうですよ。ヒロと山岸を知らないなんていうのは日本人なのに歌丸を知らないっていうのと同じぐらい恥ずかしいことですよ。となんだか嬉しそうに宮本が言う。なるほど。では盗まれたフィギュアもそれと同じ方が作ったもので相当の価値があったと思われるわけですか。5億ですか ?10 億ですか。丸の内が意地悪くそうに言うと宮本は途端に口ごもった。いやどの作品にもその値がつくってわけじゃないんですよ。もちろん買った時は100万ちょっとでしたが、今じゃ同じ頃の作品の値段はどれも300万円は下りませんよ。そもそもオークションに出ること自体なかなかないですから。お金積んだって買えないものばかりですけどね。僕だって300万や400万じゃ絶対手放すつもりはありません。4人の様子を伺ったが、それに不服を唱える様子がないところを見ると、その値付けに誇張はないようだ。20億という値段を聞いた後なので、正直300万と聞いてほっとしていた。被害額の高で手を抜くというようなものではないが、やはり刑事も人の子。額が多いと緊張してしまうのは人情だろう。失礼、挨拶が遅れました。丸の内と申します。あなた方は宮本さんのご友人だそうですが、どうしてここにいらっしゃるのですか。口々に喋り出した彼らの証言をまとめてみるとこのようになる。宮本を含めた彼ら5人は、ネットやアニメグッズ専門店を通じて知り合ったオタク仲間で、毎週土曜日に自分たちのお宝を持ち寄って見せ合い、譲り合ったりしていたという。今日も昼過ぎに335個ここに集まり、2時ジャストになったところで蔵の錠を外して中で例会を開くことになっていた。ところが一同が腰を落ち着ける間もなく、宮本がヒロと山岸がないと騒ぎ出し、例会どころではなくなった。全員の持ち物検査を行い、蔵の中も念入りに探したものの、やはりフィギュアは発見できず、やむなく警察を呼んだということだった。大体分かったでしょうから、そろそろ帰ってもいいですか。今日はこれから大事な打ち合わせがあるんですよ。この中では一番の年笠と思われる太田が腕時計を見ながら言った。太田は白いものが混じり始めた髪の毛を後ろで束ねた50前後の男で、アニメの脚本家だという。冗談じゃない。太田さん、あなた一番あれが買いたがってましたよね。僕に全く売る気がないと知ってとうとうやっちゃったんじゃないですか。太田の目つきが変わった。おい、いい加減にしろよ。前から失礼なやつだと思ってたが、もう我慢ならん。お前はオタクの風上にも置けん。最低のクズだ。ちょっと太田さん、宮本さんもお宝盗まれて気が立ってるんですって。ね。背の高い男は再び立ち上がって慌てて取りなそうとする。彼の名は坂口。アニメなどとは何の関係もない普通の会社員だとのことで、多少他の連中よりも社会常識をわきまえているのかもしれない。坂口くんだってそうだ。よだれを垂らしながらいつも見てたじゃないか。よだれなんか垂らしてへんわ。ええ加減なこと言うな。坂口さん、落ち着いてください。宮本さん、根拠もなく人を泥棒呼ばわりするのはやっぱり良くないですよ。みんな仲間じゃないですか。学生風の丸眼鏡は根岸。学生のようにしか見えないが、一応ライターだという。根岸君は最近仕事も少なくて困って
ってたみたいじゃないか。まさかあれを売り飛ばして生活費にしようと思ってるんじゃないだろうな。頼むから返してくれ。いい加減にしてくださいよ。売り飛ばすつもりだったら他のごっそり持っていくでしょ。4人の中で1人ずっと押し黙って言い争いを見守っていたのは天野司という20歳ぐらいの女性で、彼女はこの会では一番の新参者ということで、ただでさえ険悪なこの状態の中、口を開けないでいるようだ。宮本は3人を敵に回してさすがにまずいと思ったのか、困ったように座っている天野に目をつけた。そうだ、これまで何年も無事にやってきたのに、天野さんが来るようになってすぐ今度の事件だ。やっぱりこの人が一番怪しい。太いたらこのような指を突きつけて言い放った。私そんな無茶苦茶な。バルノーチは言い合いを続ける彼らを少し離れて観察していたが、やがて部下の青木が蔵の方からやってきたので、玄関に降りて報告を聞いた。鑑識はいくつかの明瞭な指紋を採取したものの、どれも持ち主である宮本学のものであること。蔵そのものは見た通り古いけれどしっかりした作りで、表の扉以外人間が出入りできるような箇所などはないこと。蔵にかけられてたという最新式の南京錠はフィンランド製の、頑丈なもので、プロでもまずピッキングは不可能だし、そのような痕跡も認められないということ。鍵を取り付ける金具そのものは取り外すことは不可能ではなさそうだが、そんな痕跡はない。扉の蝶使いも同様。三方の壁の上部3メートルほどのところには最高用の開口部があるものの、格子戸がはまっていて人の出入りは不可能。ただほとんどその下まで棚が作られており、蔵には脚立もあることから、それに登ってフィギュアを外に放り投げることは可能ではないかという青木の意見だった。丸の内が応接間に戻ると、呆れ果てた様子の4人は再びそっぽを向いて押し黙り、宮本だけが顔を赤くして立ち尽くしていた。今からお一人ずつ話をお聞きしたいので、どこか部屋を用意していただけますか？この辺で一旦休憩を入れよう。どうした？その本、本当に本当のことが書いてある。さっきそう説明したはずだが。だっていきなり事件の全てが書いてある本なんて言われても、正直どこまで信じていいかわからないじゃないですか。まあそうだな。俺も現実に起きた事件かどうか半信半疑だったからだが、事件の当事者がそう言うなら、やはりこの悪者は本物らしい。どうせなら犯人まで書いておいてくれればいいのに。それはあそこで小さくなっているつもりのデカブツに言ってくれ。それで犯人は分かったのかね？いえ、さすがに今の情報では犯人の特定はできませんね。登場人物については一通り情報が出てきたようですが。では登場人物の名前を答えてみたまえ。誰だっけ？なんだっけ、宮本だよね。宮本、太田、坂口、根岸。これ司の名前でわかるじゃないか。気づいた。これを、はい、5人ですね。正解だ。関係者の名前を覚えるのは捜査の基本だね。無職の宮本、アニメ脚本家の太田、会社員の坂口、ライターの根岸、そして天野司。以上5人が集まる霊界を開こうとしたとき、フィギュアが紛失していることが判明。フィギュアはヒロと山岸という造形師が手掛けているもの。その価値は300万円を下らないという。300万か。こんなにお金があったらフィギュアじゃなくてもっといろんなことに使えるのに。朝君、それは自白と受け取っていいんだね。なんでですか？お金欲しさにフィギュアを盗んだ十分な動機だと思うがね。違いますよ。ちょっと感想を言ってみただけで。喧嘩なら向こうでやってくれ。先を読むぞ。
第2章、事情聴取。最初に呼んだのはやはり宮本だ。最後にあなたがフィギュアを確認したのはいつですか？先週です。この会合の時ですよ。あの4人が蔵に入ったわけですね。そうです。それからあの蔵の錠は、鍵は外したことがないわけですね。ええ。ではあなたが先週蔵の扉に鍵を錠を下ろす前にすでにフィギュアはなくなっていたという可能性はありませんか？どういう意味ですか？先週の会合の際、誰かがあなたの目の前であなたの目を盗んでフィギュアを持ち出したということです。それはありえません。蔵から出るとき全員持ち物を調べますから。お互い疑うような同好会は私ならごめん被ると丸の内は思った。棚の上に最高用の開口部がありますね。あなたの目を盗んであそこからフィギュアを外に出すことは可能でしょうか？あそこから同じ部屋の中で脚立に登れば誰だって気づくでしょう。投げ上げたとかは？宮本はその光景を想像したのか身震いした。やめてください。そんなことしたら壊れちゃうじゃないですか。それにフィギュアはガラスケースに入ってたんですよ。ガラスケースはどこへ行ったんです？なるほど、わかりました。では、やはり犯人が扉から入って盗んでいったのだと考えるしかありませんね。南京錠、そうだよね。は相当頑丈なものを使っていたとのことですが。宮本は嬉しそうに鼻をふんと鳴らした。ええ、南京錠といってもね、世界中の原子力施設や軍でも広く使われている優秀なロックなんです。壊すこともピッキングも不可能でね、人気商品で取り寄せるのに苦労しました。注文してから最低でも10日はかかるんですがね。値段は10万近くしますが、その価値はありますよ。でも泥棒が入ったけどな、と丸の内は心の中だけでつぶやく。宮本も同じことを思ったのか、少し顔をしかめる。いつからお使いなんですか？先々週。いや、その前の例からですかね。前はその辺のホームセンターで売ってるようなものを使ってたんですけど、だんだん不安になってきましてね。いいのがあるって知ったんですぐ注文しました。鍵は何本ですか？3本ついてます。複製もそこらの鍵屋じゃ無理ですよ。メーカーに注文しないと。他人が注文するなんてことはもちろんできませんし、普段使う鍵以外の2本は金庫に入れて厳重に保管しています。家族にだって触らせたりしません。普段使うのは1本だけということですね。それは。宮本は黙ってトレーナーの下からチェーンを引っ張り出した。その先に鍵が1本ついている。いつもそうしておられるわけですか？ええ、出るときは外しますけど。同好会のどなたにもその鍵は指一本触れないということですか？そうです。すると、どなたもあなたのフィギュアを盗み出すことはできなかったように思いますが、あなた自身を除いては、宮本は本気で怒ったようだった。いい加減にしてくれ。なんで僕が自分のフィギュアを盗んでおいてこんな大騒ぎしなきゃいけないんだ。保険がかけてあったとか。保険？そうだ。保険かけとけばよかった。くそ。どうやらかけていないらしい。しかし、それでも、くだらん狂言という可能性は捨てきれない。犯人が近くに隠したということも考えられるし、周辺の捜索も入念にやる必要があるだろう。次は入会して日が浅く、比較的話が通じやすいかもしれない天野司を呼ぶことにした。彼女が来た途端、事件が起きたというのだから、有力な容疑者であることも確かだ。あなたは最近ここに来られるようになったのだとか、どなたかのご紹介で？彼女は少しもじもじしていたが、やがて打ち明け話するように口を開いた。実は私、アニメとかフィギュアに興味があって来たわけじゃないんです。だからもちろん、あのエロいフィギュアなんか盗んだりもしてません。はあ？どういうことですか？あの人たちには言わないでくださいね。私、実はカメラマンの卵なんですけど、今出入りさせてもらっている雑誌の編集部が、キモいオタクのお部屋拝見っていう企画を立てたらしくて、ぴったりの部屋を探してこいとか言うんですよ。なんで私が？そんな絶対無理じゃないですか。でもぴったりの部屋探してきて写真を収めたら使ってやってもいいって言うんで、それでああいうのに興味があるふりをしてこの会に潜り込んだようなわけで、はい。あの顔ぶれには馴染まないとは最初から思っていたが、
しかし嘘をついて潜り込むという行為そのものがどうも怪しい。とりあえず編集部とやらの連絡先を聞き、裏を取る必要があるだろう。盗まれたフィギュアは宮本さんのコレクションの中でもとりわけ貴重なものだったと考えていいんでしょうか。そうみたいですね。私にはよくわかりませんでしたけど、他の話をしててもみんなすぐあれの話題に戻ってくるような感じで、ただの巨乳のいやらしいフィギュアなんですけど、他の皆さんは欲しがっているようでしたが、そうみたいですね。とにかく私はあれを盗む理由が全くないんです。そのことだけは分かってください。そうとは言えんでしょう。たとえフィギュアに興味がなかったというのが本当だとしても、売って金になると分かれば盗むかもしれないし、誤って壊してしまったのを隠しているといった可能性だって考えられますからね。あれが高価なものだというのは分かってたんでしょ。それはそうですけど、それでも私が犯人だったらのこのこまた来たりしませんよ。確かに。しかし、いつも来ているのに来なかったら、それはそれで疑いの目を引くと思ったかもしれませんね。特にあなたのように先週初めて来た人は、今日来なかったら余計疑われそうな気もします。丸の内は別段彼女が犯人だと思っていたわけではないのだが、反論しているうちにだんだんそれが真相なのかもしれないと思えてきた。ダメ刑事だよな。ダメ刑事だ、本当に。そんなこと言ったって、あの蔵にはめちゃくちゃ頑丈そうな鍵がかかってたじゃないですか。他の人はもしかしたら合鍵を手に入れるチャンスあったかもしれませんが、私には無理です。皆さんに聞いてみてください。合鍵か。確かに天野よりも他のメンバーの方が手に入れやすかったに違いねえ。丸の内はそう思い、とりあえず天野を解放してやることにした。次に呼んだのは早く帰りたがっていた太田。頼むからさっさと済ませてくれよ。あんたたちだってバカなオタクの相手なんかしたくないと思ってんだろ。そんなこと思っていませんが、なるべく早く済ませますようご協力ください。宮本さんが蔵につけた南京錠ですが。あのバカでかい南京錠。チェーンソーでも切断できないとか言ってたか。バカバカしい。鍵が壊せなくったって引っ掛ける金具が壊せるっての。完璧にしたいなら金具や扉も交換しなきゃダメじゃねえか。セキュリティという意味ではその通りだが、今回はどこも破壊の跡がないのだから関係がない。昔はもっと簡単なものだったとか。ちょうど3週間前ですね。ヒロと山岸の作品が軒並み値上がりしているので不安になったって言うんですよ。開ける前にいくらしたとかだとか、原発でも使ってるだとか言って自慢げに見せびらかしてましたよ。キーに触れる機会はありましたか？とんでもない。大事そうにチェーンをつけて首にかけてましたよ。誰一人触れるもんじゃありませんよ。もし触れてもあの男油汗がついてるんじゃみんな嫌がるでしょうね。そう言って嬉しそうに笑う。やはり犯人はあの扉を開けたのではなく別のところから侵入したのだろうかと丸の内は考え込んだ。次は根岸というライター。年は30ということらしいが20そこそこにしか見えない。丸の内が質問していないのに座るなり口を開いて言い訳のように喋り始める。私は正直グッズ類はさほど執着がないんですよ。この集まりに来てましたのもたまに持っていないビデオを見せてもらったりできるメリットこそが重要でしてね。しかしさっき宮本さんが言ってましたが、フィギュアを売ってしまえば相当な金になることは分かっていたわけでしょ。あんなの真に受けないでください。売るとしたってそれは同じコレクター仲間ってことでしょ。そんなのすぐに露見するに決まってます。海外に売る手はあるでしょうけど、ネットオークションなんか使えばこれまたすぐ露見しますしね。これでもなきゃ無理でしょう。太田さんあたりなら海外へもよく行ってるみたいだし、できるかもしれませんが、有名な美術品になればなるほど転売が難しくなるのと同じ理屈ということか。あの南京錠なんですが、あれですか。一度霊界を休んで来てみたらあんなのがくっついておりましたんで、驚愕いたしました。他の方はもうご存知だったようで苦笑いしておられましたが、根岸は南京錠のお披露目に立ち会わなかったようだ。宮本さんが首にかけていたキーですが、誰かが手に取れるような機会がこの3週間ありませんでしたが、
いや、それは無理でしょう。少なくとも私がいるところであれを外すのを見たことはないです。丸の内は最後に坂口を呼んで同じような質問をぶつけてみた。キーですか？そら無理やわ。宮本さんはまるで僕らがあのフィギュアを盗まうとしていると頭から思い込んでるみたいな様子で、えらい神経尖らせてましたからね。被害妄想やと思ったけど、こうなってみるとあながち妄想でもなかったわけか。第3章再現。南京錠の成分は行き詰まったように思われた。もう一度現場を検証してみる必要があると思い、全員を引き連れて蔵へ向かう。すでに証拠の採取は終わり、鑑識は引き上げていた。いつもどんな感じで霊界が行われているのか、ちょっと再現してみていただけますか？ぞろぞろと宮本を先頭にして蔵へ近づく。さっきとは違い、鑑識が扉を閉めていったようだ。扉の金具に見るからに頑丈そうな南京錠が開錠された状態で引っ掛けられている。丸の内は手を伸ばし、きちんとロックする。金具や扉の長解も確認したが、やはり異常は見当たらないようだった。いつも通りにお願いします。そう言うと、宮本は先ほどのチェーンを引っ張り出し、南京錠に差し込んで回す。ガチャリと重々しい音がして、錠は外れた。宮本は南京錠を開いた金具の片方に引っ掛けたまま、外扉を開き、次に内側の扉を押し開いて中に入ると、中にあるらしい明かりのスイッチを入れたらしく、パッと明るくなる。そこへ、太田、天野、坂口、根岸と続いて入る。ちょっと待ってください。入る順番なんかは決まってないですよね。宮本さんはいつも真っ先に入りますけど、それ以外は特に決まっていません。と一番後ろにいた根岸が答える。今日の順番はどうでした？ 5 人はしばし考え込む。先週も今週も私は後ろから2番目で、さっきみたいに根岸さんが一番後ろにいました。おずおずと言ったのは天野だ。そう言われるとそうだったような気がします。と、これは根岸。実際に並べてみると、太田、坂口、天野、根岸の順番だったと全員が思い出した。その順番でもう一度中に入って、同じように座ってもらう。その後で、宮本が外扉の内側についている取っ手を引いて、外扉を閉め、さらに内扉も閉める。それから、みんな落ち着く間もなく宮本さんが立ち上がって叫んだです。ないヒロと山岸がないって、根岸がそう言った。盗まれたというフィギュアは、その宮本の座ったそばの棚の真ん中、立つと顔が来る位置にあったようだ。とてもじゃないが、宮本の後ろから入った誰かがこっそり前へ回り、フィギュアを隠したり、格子戸まで投げ入れるなどといったことは不可能だ。そもそも格子戸自体、今は閉じている。そうするとやはり亡くなったのは今日の霊界ではなさそうですね。例えばこういうことは考えられませんか？先週の霊界の時点で犯人はフィギュアを盗んだ。だから出るときにちゃんと確認しましたって宮本は怒ったように言う。続きを聞いてください。フィギュアを盗み、何か別のものを置いたのかもしれない。偽物とか写真とか。そしてそれは自動的に消えるようなものだった。氷でできていたとか、燃えるようになっていたとかね。痕跡まで全部消えたって言うんですか？そりゃ無理や。だいたいここから出るときに全員宮本さんの持ち物検査を受けてから出るんです。霊界の時に盗むなんてことは絶対できへん。坂口が皮肉っぽく口を歪めて言う。今回の霊界では前回の霊界でもないとなると、その間の期間に盗むしかない。しかしキーは厳重に管理されていて、誰も近づけなかった。一体どういうことだ？トイレは中にあるんですか？トイレは母屋です。でもトイレに行くときはきちんと手裏で、それもポケットの中も調べますけどね。先週の霊界では皆さんトイレに行きましたか？面倒なのでみんなトイレは霊界が始まる前に行くのが通例です。天野さんは前回初めてだったせいか途中で行こうとして戸惑っておられましたよね。根岸がそう水を向けると、天野はうなずいた。
びっくりしました。でももちろんちゃんと検査したんですから、カード1枚だって持ち出せるはずないです。女の子なのに身体検査ですか？下着の中まで調べましたか？ポケットを裏返しにされたりとか、その程度です。服の下に隠したりする機会はないと思いますしね。と、宮本が少し罰が悪そうに言う。天野がふと思い出したように、もう一人どなたかトイレに立たれましたよ。確か太田さん。太田は少しドギマギした様子で、最近少し近くてね。でももちろん私だって検査をされたよ。そうだろうと宮本に呼びかける。宮本はしぶしぶといった様子でうなずく。何にしても盗まれたのはその後だ。昨日か一昨日か、もっと前かもしれないけど、ここに忍び込んで盗んだに決まってる。誰だよ、頼むから返してくれよ。しかし南京錠はあなたしか開けられないし、他にはどこにも出入り口はないようです。全員が宮本の疑いの目を見始める。なんだよその目は。ヒロと山岸は本当に盗まれたんだ。嘘つくわけないじゃないか。保険をかけていない以上、宮本が嘘をつく理由はない。しかしここにいる容疑者たちを含め、この1週間の間にフィギュアを盗み出すことができた人間はいそうにない。一体どういうことなのだろう。これでこの事件に関する赤社の供述も終わり、とりあえず順を追って整理していくとしよう。まず丸の内警部。5人に事情聴取をして気になることはありましたか？南京錠に関する話は気になったな。かなり高価なものをつけていたらしい。フィンランド製の丈夫なものでしたね。それで盗まれてれば世話がないが。それ言っちゃいますか？あとひどいですね、吉川さん。このご自慢の南京錠を付け替えたのは、いつだったっけな。3週間前だっけ。太田の話では3週間前ですね。フィギュアの価値が上がってきたので心配になって付け替えた。ああ、そうだったね。鍵の複製はそこらの鍵屋で不可能な上、他人がメーカーへ注文することもできない。鍵以外では扉や蝶使いなどにも傷がないことからこじ開けだとは考えにくい。つまり宮本以外の人物が南京錠を開けることは絶対にできなかったはずということだね。しかしフィギュアを盗まれていた。一体どういうトリックを使ったんだか。さあ吉川さん、ズバッと事件の真相言っちゃってください。ほらほら、もう犯人分かってるんでしょ。ちょっと待ってくれ。いや、そうじゃなくて、こんな時名探偵なら必ず言うもんでしょ。全ての謎は今暴かれたみたいな。いや、だからまだ考え中だ。それに俺は探偵じゃないし、現実の探偵だってそんなことは言わない。がっかりです。吉川さんには失望しました。君ね、決め台詞のない探偵なんて存在価値がないもん当然だよ。俺は探偵じゃありません。決め台詞がないからかね。なんだよ、決め台詞は関係ありません。とにかく少し俺に時間をください。真実と真犯人は必ず見つけ出します。わかりました。絶対にかっこいい決め台詞を考えてくださいね。私もお手伝いしますから。わしと決まるやつ頼むよ。いや、欲しいのは決め台詞を考える時間じゃないんだが。赤社は以上だ。謎解きの前提として、1、本に書かれていることは全て事実。ただし犯人は嘘をついている可能性がある。1、動機の強い弱いは重要ではない。1、トリックや犯人は超能力や宇宙人など超常的な事象によるものではない。我々冥界の住人も現世の事件に一切関与していない。以上を踏まえた上で推理してくれ。さて、今回の聴取はこんな内容だ。犯人はいつどこからフィギュアを盗み出したのか、それを説明するひらめきを一つ答えよ。犯人の犯行について説明する上で必要なひらめきを2つ答えよ。犯人は誰か。終了。
アーカシャをよく読んで答えを見つけ出してほしい。浮き上がるキーワードは数知れず、それもどれもが重要に見えて無用にも見える。一見意味のなさそうなキーワードでも、その先に重要な謎とひらめきが隠れていることもある。ただしどれもが真実とは限らない。お前を惑わす謎や嘘のひらめきも少なくないだろう。熟読し受講し一歩ずつ進むのだ。さてアカシャのどのあたりから読み返そうか。お前が気になるキーワードを一つ選んでくれ。何深刻に考える必要はない。取っかかりとしてとりあえずキーワードを読んでその辺から読み直そうってだけだ。ないね。ない。ほう、ここには気になるキーワードがないか。では最初のページから読み直していくことにしよう。はい。とりあえず事件の概要っていうかね、内容がこんな感じです。読むだけでいい時間になるね。さすがだよ。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。それではまた。